地球のわけなんじゅです。今日もとっくん来てくれてます。はい、お願いします。はい、お願いします。いや、お互い髪飲みましたな。飲みましたね。お久しぶりでございます。とっくん元気してた？元気してました。してましたか。はい、というわけで、今回何するかと言いますと、ゴッドハンドさんのアメイジングカッターとミドル、これ紹介させてもらったんですけども、これで何か作ろうと、こんな感じで、適当に印刷したものをね、ノリで貼った状態です。で、今回使うプラ板なんですけども、このウェーブさんのこのプラプレート、これすごく便利でメモリ付きなんですよね。で、厚さは 1mm のを用意してやっております。アメージカンターでパチパチ切って盾を作っていこうじゃないかと。おそらく立体になるであろうというようなデザインでやってますが、なんか微調整をやっていこうかなと思います。それではカットしていきたいと思います。切り方なんですけれど、今回は印刷したものを使っているので、もうこの線がはっきり分かっているじゃないですか。なんでこの線を先にですね、こう刃を当てるような感じでこう、横から刃を見て、こう今まっすぐ当たってるなとで確認して、あとは握るだけ。先に刃を当てた方がやりやすいですよ。刃を当ててから切る、ね、線を先に刃を当ててパチン。逆にしてしまうとやっぱりこう切ってる間に斜めだなって気づいたらもう遅いんですよ。なんではい、こんな感じであっという間に切れました。まっすぐ切れてるのがいいな、気持ちがいい。実はこの中がね、カッターの肌っていうのがね、面白いですよね。こちらのパーツはですね、さっきのパーツよりも小さいので、このミドルでやっていきたいと思います。よいしょ。ミドル使いやすい。それやっぱり長いパーツはね、どうしてもミドルじゃ分が悪いですけど、こういう小さいパーツだったら周りのいらないところをこう大雑把に、どれがいるパーツか分かりにくいな、ちょっとね。で、刃を当ててパチン。線と刃を当てがうのが難しいなと感じる方おられたら、薄くね、ここの線に合わせてなんか彫り込み入れておくと、そこが刃が引っかかってね、それで切りやすいっていうのもあるかなと思います。なんかこの使いこなせてる感がすごい気持ちがいいんだけど今までさ、ほらこれをまっすぐ切ろうと思ったら P カッターとかで薄く切ったりとか、カッターナイフでもやっぱり2回3回とこう切ってやるものが、ハサミのように使えますから。そうですよね。これがすごい。でもうあとこの大きいパーツしかないよ。特に長丁場だねって言ってたけど、なんか早く終わりそうですね。そうですね。よいしょよいしょ。あっという間に切り出しが終わってしまいました。じゃあ一旦ですね、本当に頭の中で組んだデザインですから、マスキングテープで貼ってどんな感じになるかちょっとやってみましょうかね。完成したのがこちらです。じゃじゃん立体とは恐ろしいものですな時として非常な現実を突きつけてきますねかっこ悪い何ですかこの棺はもうちょっとかっこよくしたい。そうですね、もうちょっとかっこよくしたいですね。だからもう少しあれだね、とくこう折り込み入れてみようかここの方をちょっとこう折り込んだ感じにね、こうやってね、やっていきたいと思います。はい、大アートですよこちらはここをこう切って、ここをさらに立体になるとかっこよさそうだね。それではこんな感じで切っていきます。バチンとバチンと。時代がねどんどん進んでいってよ、自分のデザインしたロボットが動き出すぞみたいなさ、仮に来たとするじゃない。俺マジでなんかこう特徴のないやつ作りそうなセンスがないかもしれん。難しいや、プレッシャーすごいわそれ。だから僕の焦りとは裏腹に相変わらずプラ板加工だけは やりやすいっていうじゃあこれでちょっとどんな様子になるかを検証してみましょうか。いいね、ここだ。 0.4。 ほんとマス目すげえ便利だわ特訓このおかげで今助かってるまである。 OK。 でもなんとかわかるな。切ってみるか。今追加パーツを作ろうと思っているので、こうやって大雑把に書いてるんですけど、これをねより正確に線を出すためにゴッドハンドさんのリーゲルニードルというものを使って、ニードルなんで毛額に使えますんでね、でこれでちょっと線を描いていきたいと思う。で一回線が引いてあると刃も引っかかりやすくなりますのでね、でここは曲線に向いているクルベ、そして直線に向いているゲラーデっていうね、なんかもうブチャラティみたいな
なんだったっけ、アリーネベルチでした。アリーネベルチか、もうそんな感じで今回はだからまっすぐに線を引きたいのでクルベをね、クルベはだから曲線なんだよ。だからゲラーデ、ゲラーデ、はい、ゲラーデをいきたいと思います。この手書き割り結構すごくて、慣れるとフリーハンドで直線書けるようになるなんてとんでもないこと書いてましたからね。おお。いや怖い慣れたらって書いてあったんで慣れたら。慣れたらの話ね。うん、いいっすね。いやこういう時に本当工具のありがたさをね非常に感じますね。おいいな、マジで弾けてるな、すげえ。はい、じゃあカットしていきます。やっぱニードルやったところっていうか、引っかかる感じがあるんですか？そうそう、刃がすごい引っかかる感じある。やりやすい。できました。でこれをこう裏側にねこうやってあてがっていけば、おお割れながらちゃんとほら3ミリもこうやってね、当てて、あいけそうですよ。よし、どうしようかな、もう接着とかやってみようか。だってもうなんかもはやどのパーツがちゃんと合うかよく分からなくなってるし、ねえ接着していきながらやっていきましょうか。これですね、以前動画でも紹介させてもらったプラスティックマジックですね。加藤というメーカーさんから取れる海外製のね、接着剤なんですけども10秒で止まりますんで、最近こればっかり使ってる。本当に早い。7、8、9、10でででみたいなね。本当に早いでしょ。10秒です。まあやっぱり10数えってね、なかなかにいいような気がしている。さあめちゃくちゃフリーハンドタイムになってきましたけどそうですね。いやいいんじゃないですか、なんかねえ、もうその時の出会いで作っていこうみたいな。ああいいじゃないですか、なんかかっこよくなってきたでこれもこっち向きでこう貼るとかっこよい。はいいいですよ結果オーライ感がすごいありますよ。いいですよ。なんかでこれでダクトみたいなの特に作ってみようか。1センチ ×1 センチの正方形を作って2ミリずつ間隔でよいしょ。いや今回さアメイジングカッターの動画ですけど、このプラ板がマジで優秀ということを声を大にして言いたい。でね、2ミリでこうやって階段みたいなのをあっという間に真ん中でスパンと切ってみるとかね。パンでカットできました。この辺りで切って、そうするとほら特にここから見たらなんかほらダクトがね、あるように見えますよね。こんな感じですかね。ちょっとチラッと見えるのがね、いい感じかなと。こっちもね。あいいね。あいいじゃんほら。あぴったし OK。こうはい、パイプも切れちゃうね。いやいいんじゃない？いいですね。いや今このままだとねやっぱプラ板感とかはまだ多少あるけど、これサーフェイサーしているのってマジで分かんなくなる気がする。でこれをね、だってほらこういうとこにある。ちょっと浮いた方がかっこいいかな。こんな感じで。ああいいじゃないですか。いいね。面白いと思います。丸いのがつくとねいいですね。いいね、同じパーツがあっという間に4パーツ。前回のねアメイジングカッターの動画でのコメントでなんか 2mm 厚をねカットする時どんな断面になりますかって言われたので、ちょっと 2mm のプラ板を使ってカットしていきたいと思います。やっぱ握る時にプラ板が歪むとやっぱ斜めになっちゃうんだけど、しっかりと固定してまっすぐ切ればこんな感じの断面で、それ完璧90度かって言われるとあれですけども、全然及第点というか、全然いいかなと思いますけどね。こんな感じで上の方にもなんかありそうな、強度増しの支えの柱みたいなね。そうですね。
ただ思い浮かんだものをひたすらに貼り付けまくってるんでアメイジングカッターだけでどこまでできるか縛りでいったらなかなかのものができてるんじゃないですか。そうですね。プラパイプの中にね1枚この1ミリ厚のプラ板をなんか入れたんですよ。で接着で留めた状態です。でこれでカットすると金太郎飴的な感じでね、ディティールがいっぱい作れるんじゃないかっていう。なるほどなるほど。うまくいくか分かりませんが、ちょっとやってみましょうかね。もうめちゃめちゃうまくいってる。あ、本当だ。ねえ、いけるねこれ。いいですね。プラ棒を刺してアメイジングカッターでひたすら切っていく。やっぱこのねプラパイプを潰してしまわないからこそできる技だよね。そうですよね。それって。はい、こんな感じで。あ、本当だ。いい感じに完成されます。これはアメイジングカッターじゃないと作れない気がするな。よし、これで完成でいいや。でこれでちょっとサーフェイサーしてなんかどれぐらい違和感がないかっていうね、見ていきたいと思います。サーフェイサーが完成しました。どう特訓これ全然 OK でしょ。いやー、なんか最初の缶置きが何だったかな。ほんとね、あの缶置きからよくここまでリカバリーしたなと我ながら思いますよ。今回アメイジングカッターだけでね、どこまでできるかっていうのをやってみたんですけども、結構いいのができたんじゃないかなと。そうですね。はい、というわけで今回はですね、アメイジングカッターとアメイジングカッターミドル縛りでねいろいろ使ってみたんですけども、ウェーブさんのプラプレートも良かったですし、あとはゴタントさんのリーゲルニードルですね、これも非常に使いやすかったですね。本当にこの線を引いた後に使うとすごい簡単にねまっすぐ切ることができました。まあなんかプラ工作はあんまりやったことないんですけども非常に楽しくできましたね。なんかちょっと自信ついちゃったかな。はい、今日はこんな感じで終わっていきたいと思います。面白いと思った方は高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。いや満足。